皆さんこんにちは、イグです。今回は撮影日が10月の24ということで、あと3日で自分手帳が使えるようになりますので、自分手帳のセットアップをしていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。いやー、もうすぐ自分手帳が使えますねって言ってあと1ヶ月ぐらいですねって言ってたら、もう3日後から使えるようになるこの自分手帳です。2026ですね。カバーは私はもう自分手帳このカバーにピントが弱いんですけど、自分手帳を使う時はもう絶対このカバーを使ってました。ちょっとね、先代のうさぎさんにかじられてボロボロだったりするんですけど、昔国与さんが公式で出していた、ここに自分手帳っていう刻印というかあるんですけど、公式で出していたカバーになります。で、PU レザーなんですけど、グレーと黄色と青というか薄青みたいな感じの3色が展開されていて、私はその時グレー大好きだったのでグレー一択でした。黄色も可愛かったんだけどね。で、これもう売ってないんですけどね、ここに大きい書類が入ったりしてすっごい便利だったんですけど、もう廃盤になってしまいました。で、A5 スリムと B6 スリムの一つずつグレーを持っていて、それっきりですね。もう手に入りません。で、なんかね、新しい公式カバーを自分手帳さんが作って、多分今年から出してるんじゃないかな。もうちょっと革っていう感じのかっこいい感じに、シックな感じになってます。興味がある方は見てみてください。私はこれでいきますけど。で、先ほどですね、コメントをいただきまして、もし手帳一冊にするならどれ使いますかって言われたんですね。で、難しい質問来たと思って、どれかなって考えたんですよ。そしたら私一回ミニマリストになろうとしたことがあって、その時に使ってたのが自分手帳だったんですよね。普通のこの週刊タイプのこれですけど。で、その時は多分一冊にまとまってたような気がして、自分手帳って結構ここには何を書きましょうが決められてる手帳じゃないですか。それがいいっていう人と苦手っていう人は分かれると思うんですけど、私はこれがすごく好きで、一冊にまとめられる唯一の手帳というかな気がするんですよね、私は。だからもし一冊にするなら自分手帳か365 days ノートって普通のノートですけど、368ページついてて1日1ページ使えるようになってるんですけど、それで自由になんちゃってバレットジャーナルみたいにして使うかなって答えました。で、自分手帳をもう本当にここに過去のものを用意してるんですけど、本当に一元化みたいな、一冊になんとなくまとめてた年が2021なんですよね。空白も多いですけど、ちゃんとここら辺とか使ってたっていう印象がありまして、で2020はね、途中で終わっちゃってるんですけど、このマンスリーの絵がすごい頑張ってたなと思って引っ張り出してきました。V リーグめちゃめちゃ見てた頃なので、土日は全部バレーの話題なんですけど、で2019年は何回か出してるんですけど、ここの週刊ページがほぼ全部埋まった年です。これは小さいサイズを使ってたので、職場にも持ってって、職場のお昼休みとかにも書いたりしてました。で、これを書いてるとなんかその会社の人とかが来て、うわって言うんですよね。だから普通こういうの、私たち手帳を書いてる人はこういうのを見て普通じゃないですか。埋まってるみたいな
感じじゃないですか。でも普通に手帳を毎年1冊だけ予定管理として使ってるみたいな、手帳に全然興味はないですっていう人からすると、うわ気持ち悪いみたいな使い方らしいですよ。私たちは手帳スカスカ組とみっちり組に大体分かれて、みっちり組はみっちり組でいいよね、スカスカもいいけどねみたいな感じで生活してますけど、2026年自分手帳は A5 サイズを選びました。もう B6 はちょっと小さいかなって思いますね。でさっき測ったら、ここのマンスリーの大きさ、数字を無視して本当にこの枠を測ったら3センチ3センチだったんですね。ということはね、3センチ3センチということはですね、このドデカスクエアカッターでパシッとやったやつをそのまま貼れるんです。だけど自分手帳は、しかも自分手帳のこの習慣タイプはもう文字で埋めたいんですよね。文字とイラストで、なんかあんまり貼ったり、ちっちゃいシールとかは貼るかもしれないけど、あんまりこうデコみたいな感じで使うんじゃなくて、文字で埋めたいので、文字で埋めたい手帳のマンスリーだけ貼るかなって考えたらちょっと違うなって思ったので、この自分手帳習慣タイプには日めくりカレンダーとか貼らずにいきたいと思います。でやっぱりここイラスト描いとくと可愛いよねっていうことで、多分イラストを頑張って描くんじゃないかなと思います。予定管理は別の手帳でやるし、ニュースも別の手帳に書くしって考えると、イラストが一番、その日をまとめたイラスト、その日に何があったなってパッと見でわかる感じのイラストがいいかなと思います。バレエネタが多いですけど、もうパッとわかるんですよ。私だからですけどね。これは健吾だし風ですって書いてる。髪切ったのそういえばとかね。そうでヨガに通ったりとか、なんかいろいろ思い出しますよねほら甘いキツを見ましたとか、天皇杯バレー男子決勝のチケットをゲットしたんだけど、あと V リーグ男子決勝もかろうじてアリーナのエンド席っていうのを取れたんですけど、2020年でしょ、2月ぐらいにコロナが流行って全部中止じゃない、無観客みたいになった悲しい日記です耳栓をして仕事をしたって書いてる。この頃行ってた職場ね、めっちゃくちゃうるさかったんだよ。めっちゃくちゃうるさくて、もう今だから言うけどね、仕事しに来てって思って。で私たちの仕事はこう集中しなきゃミスったら仕事を失うみたいなところでやってるのに、もう死後がすごくてやばかったんですよ。そういうストレスでしたね、この辺は。まだ実家のダックスちゃんが生きてた頃ですね。っていうことで今回はこの2026年のここにこれやらないかなって言ってたんだけど、やっていこうかと思います。このインデックス付け細かいでしょ。でここはこの習慣のところはチラッとインデックスを使うんですけど、こっちにもつけてたんですよ。マンスリーの方にも。で今チラッとインデックスね、買ってたっけ買ってなかったっけみたいな感じで買って溜まっちゃってるんでいっぱい使っていこうかなと思います。でね、インデックス100均のねチラッとインデックスをパクったぜみたいなやつもあるから、それも使って、金色、そう前回ねこれはちょっと短いんですよね。これちっちゃいサイズだから B6 スリムだからなんですけど、この余った部分を切ってこっちのマンスリーに使ってたんです。ケチいねケチい。でもほらちっちゃいのも余ってるし、グレーも青もこんなに余ってる。なんでこんな持ってなかった気がするんだろうね、買いに行ったらね。でこれはね100均なんですよね。めちゃくちゃ
同じ形なんだけど数字が書いてないだけ。でも数字書いてる方がいいかな。やっぱ金とグレー、青もいいね。でもなんとなくグレーにしようか。いや青もいいね迷う。青もいいね。青はこうちょっと色の変化が分かりやすいですね。グレーは色の変化あるけどあんまり濃さが分からない。濃さの変化が。青はほら薄かったり濃かったりっていうのが分かるから青にしようかな。でこれを使って、そしてこのカラフルなやつは100均で売ってる、今もあるかな、このシールをこう切って書いて折るっていう細かい作業をしてたんですよ。でもこれがねすごい見やすくて、私は見やすくて使ってたのでそれを作っていきたいと思います。見出しの文字はハイテック C、 コレットじゃない、ハイテック C の 0.3 を使って書いてました。ちょっと古いやつを参考にね作っていきたいと思います。ではやっていきましょう。黙々と作業をやっていきましょう。この頃はいらないページはのり付けしてる、いらないページはのり付けしてる年ですが、今回はのり付けはしないでいこうかなと思います。でここのしおり、これはもうトップコートつけてありますね。で、こっちの方は会社に通って仕事をしてた、そうでもないか、コロナ後だから家で仕事をするようになった年なんですけど、コロナが流行る前19とかかなは、仕事に行った日をマーカーしてました。で普通にカレンダー通り休みって感じだったのでほとんどね埋まってたんですけど、こうちっちゃいねB6 スリムちっちゃいし、ここのフォント変わったんですね。私結構この遊び心あるフォント好きだったけど、なんか見やすくなってる。いつから変わったんだろう。結構2020とかから変わってる。これ可愛くないですか、このフォント。ロボットみたいな。結構好きでしたね。今はほとんど仕事を請け負ってくれてるのが夫なんですけど、私もたまに参戦してやってるので、仕事をした日をマークしていくページにしようかなと思いますので、ワーク作っていきましょう。どんぐらいかな。もう適当なんですよ私これ長さ適当で切っちゃうんですけど、ちょっと曲がったね。すごい細かいでしょ。意味わからんぐらい細かい作業をするんです私たまに。入ってるかな。でここにワークって書いて、すごいでしょ、細かいでしょ。なんかこれ細かすぎて見てるだけでキモってなるでしょ。こんな感じでやっていくんですけど、ちょっと分かりやすいように引きます。でこの年はここは出費を書いてるけど、こうね、今私はそのお金の管理していないので、どうしようねどうしようね。お小遣いはトータルで今いくら残ってるかっていうのを知りたいし、収益とかにしようか。ちゃんと書いてるんですよ、漢字で字が小さいからできる技かもしれないね。でここは
目標って書いてる。目標値を定めておきますか。私はね自分を高めるために手帳を使うっていうのが苦手な人なんですよ。予定が苦手っていうのもあって、そうなれなかった時のショックが嫌だから、こうなるために手帳を使うっていう手帳術のやつあるじゃないですか。それは苦手なのであんまり目標を立てないんですけど、このぐらいの項目だったらあっても良いかな。でこのマネープランは使ったことがありません。そしてこれは日本地図ですけど、過去の私は V リーグが開催された場所を塗ったりしてました。だけどバレエへの興味がなのでこれもとりあえず保留で、1週間決まった予定があるかなどうかなわかんないけど、特にないか。YouTube の週1回の休みっていうのも何曜日って決めてるわけじゃないしね。これも保留にしとこう。そしてウィッシュリスト、これは埋めとこうかな。どこまで埋まるかわかんないけど、ウィッシュリストは年が始まるまでに100個埋める人ではなくて、やりたいことが浮かんだら書いていく、足していくタイプです。だから100個埋まらない、どうしようって言ってる方をちらほら見かけますけど、やりたい、これやりたいって思った時に足していけばいいんじゃないかなって私は思いますけどね。で結構ね細かく分けても100になるかならないかってぐらいですよ。例えば私だったら粗大ごみを捨てる予約をするとか、粗大ごみのシールを買う予約をする、粗大ごみ出すっていう、粗大ごみを捨てるっていうだけでも3つに分かれるじゃないですか。それを分けて書いて、そういうふうに細かく書いてやっと100埋まるっていう感じですね。自分手帳の場合はちょっと100よりもうちょっとあるので、結構分けて書いても面白いんじゃないでしょうかね。でここは、いい言葉は自分を強くする。これは本で得たメモっておきたい言葉を書くことが多い。たまにね尊敬してる人の SNS とかですごいいい言葉だって思ったらそれをメモったりもします。これ参考って書いてるね。何かで見た知識、やり方を試してみたい時に書いてるっぽい。ライフハックみたいなこれもなんて書いてるか見えないだろうけどね。で本のところ、これブックリストですけど、読んだら書くんですけど、読みたい本とかまだ発売前とか読みたいけどまだ買ってないとかは付箋で管理してました。読んだら剥がしてこっちに書く。こういうのもね全部1年分埋まったら宝物になるだろうなって思うのが自分手帳ですよね。埋められるかな。ブックで次がムービーまた曲がっちゃった。あんまり色重なりたくないんだけど、余ってる色が余ってる色なので、ちょっとオレンジとピンクが多め。ムービー、ちょっとあれか、ムービーでしょ。でブックリストとムービーリストはいつも足りなくなるんじゃないかっていう不安があって、使う前にコピーして使わないページに足したりしてたんですね。だけど私の場合はそんなに欲張んなくても大丈夫っていうことが分かったので、特に今回は足しません。もし足りなくなったら付箋、必殺付箋、英語の付箋をドーンって貼っちゃえばいいのでそう、足りなくなってから考えるでいきます。でここはもらったものとあげたものですね。 YouTube を始めてお友達が増えまして、ありがたいことに
お裾分けとかね、たくさんお土産とかお誕生日とかいただく機会が増えまして、ここもなんかね、今までは親族だけだったんですけど、ここも楽しく埋められるかな。ここはギフトですね。はい、皆さんいつもありがとうございます。で、ここはプロミス、口約束プロミスね、一応使っとこうかな。で、欲しいものリスト、欲しいもの What I want っていうページを私は作るんですけど、あれ欲しいなってなって1週間待ったら熱冷めることってあるんですよねだから欲しいって思ってすぐポチるんじゃなくて、1週間寝かせるためのページを作ります。ちょうどこのね、何にもない自分でリストを作りましょうっていうところがあるので、そこに寝かせる冷暗室です私の欲しいもの冷暗室作ります。ここがプロミス。なんか全体的に黄色が少ないな、暗いねこのインデックスが。ここが書いちゃおうか。 What I want。 で、すごいさっきいいネーミングだと思ったんだけど、冷暗室こんなスペースに書けるわけないわ。本当はここの細かいスペースに冷暗室って書きたい。書けないかな。多分書いた私しか読めないけど書けました。冷暗室って感じで。すごいな、これ何年か後に見てもわかるかなまあいいや。そしてここですね、トラッカー、ハビットトラッカー的な使い方でいつも使ってたんですけど、この前にやってた時はブログを書いていたので、ブログ書いた更新した日にマーカーピッ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 ってつけて、その収益とかも書いてます。トラッカーって書いてるね。これは10月27じゃなくて11月の1から使えますね。トラッカー。じゃあ自分手帳をこうやって準備する時間こんなに楽しい。ちょっと焦ったけどね、しあさってぐらいからじゃんっていうのでちょっと焦ったけど、でトラッカーがありまして、この次の年の1月とかも使わないんだけどね、もう次の手帳に行っちゃうから。でここからマンスリーが始まります。私の絵日記ですね。絵日記はどっちかというとメインは習慣なので、習慣に金色の方、こちらは青い方を使っていきます。なぜかたくさんあるやつ。しかもこれ2シート入って、1シート使ってるのか。これつけていきましょう。でもあれ11月からだから足りなくなるんじゃないの？じゃあこれ使っちゃおうかな。100均のやつ。ちょっとね足りないところだけ、これを次のシートを使って次使おうと思った時にちょっと足りないっていうのが私すごく嫌なんですよだからこの同じような使い方してますね。多分足りないとこだけ使おうと思って。で年が変わるので、これ青系だからちょっと全然違う黄色オレンジあたりを使っとこうかな。11、12。それにしてもすごいそっくりだよね。プルプルするけど。11、12、こんな感じで1月からがこれつけていきます。皆さんは自分手帳スタンダードタイプとビズどっち派ですか？ビズはもう全部フォーマットは一緒ですけど、フォントも違う、紙も違う、色使いも違うですごいビジネス向けな感じなんですけど、ビズじゃないと使えないっていう人もいるんですよ。このカラフルな感じが苦手っていう方ね。皆さんはどうでしょうか？
私はもう絶対にこっちスタンダードじゃないと使えないんです。逆にちょっと静電気の季節か。はい、12月までつきました。見えますか？で1月からは次の手帳に行くので無視して、ここからですね、週間ページからその月が始まるこの爪のところに金色のちらっとインデックスをつけていきます。これねこれも11月からなのか。11月からなのね。はい、11、12、11、12で1月ですね。1月から金色。これ確か他の色もありますよね。でも私金色すごく好きでいつも金色使ってます。でね、インデックスの付け方はまちまちなんですよね。私こうやってちらっとインデックスでちょこっとだけはみ出すのもあるし、こうやって普通のインデックスでガバッともめちゃくちゃはみ出させることもあるし、今はないかな。例えばこうやってはみ出ないようにシールでこうやって覆っちゃって、こうやって見たらわかんないけど、グッてやったらここに色がついててインデックスになるっていう付け方もします。これはもう全然はみ出してつけてますね。で2月が終わった。次3。よし、12月までつきました。いいね、キンキラキンです。で過去の私はさらにその年の振り返りがあるのかね。振り返りのところにまたこれつけてるんでつけときます。12の下ぐらいにね。2026。はい、一応インデックスつけ終わりました。で、過去の私は得意のこのポケット、いつも何にでもつけてるね。この得意のポケットをつけていますけど、つけてないものもあるけど、つけて1個だけついてるね。だけど結構これポケット充実してるカバーなので、とりあえずつけないままいこうかな。こんな感じ。らしくなりましたね。しあさってからこっちの11、12、こっちかわかんなくなってる。週間のここ10月27から埋めていきたいと思います。ちなみに私が自分手帳に、習慣ですね、習慣タイプに使っているこのペンはこれです。ユニボールシグの RT の 0.38 ノックタイプねのブラック。私はもうこれ以外を使いたくないって感じ。でも途中ね、ほらジェットストリーム使ってたから油抜けがしてるんですけど、この年違うね、ジェットストリーム使ってたってわけでもないのか。やっぱり水性ボールペンの方が細かい文字が綺麗に書けるので、これを使ってることが多いね。この年か、2021、この年ジェットストリーム使ってますね。ほら油抜けしてる。ロイヤル大暴れしてる。まだお昼じゃないの。ジェットストリームでも書けないことはないけど、これかね、ジェットストリーム、油抜けが数年後に許せる人はジェットストリームでもいいと思います。これ書いた後すぐマーカー引けるっていうのがいいよね。これだとやっぱちょっと待たなきゃいけなかったりします。私はどっち使おうかな。多分こっちです。使ってるうちにあれペン変わってるとかも全然ありえますね。よし、そうこのカバーにピントが弱いのよ感じで今日の動画は終わりたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。今回は自分手帳2026の習慣タイプ
にしあさってから使えるのでセットアップを軽くしていきました。インデックスつけるのしかやってないけど、これを書いて1年埋めていきたいと思っています。マンスリーにはイラスト、絵日記、一言絵日記で、習慣のところにはパーッと起きたこととかを書いて、イラストを交えて、色は得意のマイルドライナー黄色とグレーでやっていこうと思いますので、ぜひぜひそちらの手帳タイムもお楽しみにということで、今回の動画はここまでにします。では最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。